はい、皆さん、こんにちは。マイクロソフトの小田翔です。ですね、こちらコネクションゾーンのセッションになっておりますけども、ご参加いただきありがとうございます。もう、始まったばっかりなんですけど、もう25人ぐらいになりそうですね。非常にたくさんの方に聞いていただいて、大変ありがたい限りです。数あるセッションの中からですね、選んでいただいてありがとうございます。今日私はですね、前座ででしてね、昨日私セッションやったんですけども、そこでもご紹介差し上げたんですが、今日はですね、伝送クリエイターの小島さんにですね、実際に、コミュニティやブログの執筆だったりだとか、最近だとキータの記事がめちゃくちゃバズりましたよね。今もう小島さんご覧なお見になってると思うんですけども、確か1200か 1300LGTM ぐらいいったのかなと思っていてですね、ぜひですね、そういったサクセスストーリーを皆さんに聞いていただきたくてですね、今回ビルドのスピーカーとしてですね、ご招待させていただきました。それではですね、私がね、長々話してもしょうがないので、早速、小島さんをお呼びしてですね、お話ししていただこうかと思います。小島さん、よろしくお願いします。はい、ご紹介いただきましてありがとうございます。小島です。よろしくお願いします。では、早速ですが、発表を始めていきたいと思います。発信活動を継続しながら楽しく成長する方法っていうテーマで今日は発表していきたいと思います。こちら今画面は、皆さんに見えている状態ですかね。はい、良さそうですね。はい。では、早速発表させていきたいと思います。はじめに、スキルアップをするっていう点では、アウトプットするのがいいっていうのは、世の中ですごい言われてるんですけど、3年前の私は、そういうアウトプットっていう点で言うと、技術記事を一度も書いたことありませんでした。そんな私が、発信活動を始めたことで、人生が劇的に変わりました。発信活動を始める前の10年以上よりも、発信活動を始めてからの3年間の方が圧倒的に成長できました。そういう発信活動を通して、いろんな人たちと楽しく交流したりとか、多くの人から、役に立ったよって言われて、感謝されたりとか、そういうことがあって、すごく人生が、楽しくなりました。このセッションでは、こういうふうに発信活動を継続しながら楽しく成長する方法、それを、誰でも、始められるっていう部分の、具体的なやり方っていうところを、紹介していきたいと思います。今日はアジェンダこのようになってまして、今日はですね、皆さんにお伝えしたいことがすごくもうぎゅうぎゅうにたくさんあって、もう情報たくさんいろんな知見を詰め込んできましたので、ちょっと早口になるかもしれませんが、ご了承ください。あとはチャットとかTwitter とかで、いろいろ書いてくれるのはとても嬉しいですが、今日は一通り発表し終わった後に、そのあたりのところは、時間があったら、最後に拾わせていただこうと思います。えーでは、早速、成長することの必要性っていうところで、からまず話していきたいと思います。えー自己紹介の3年前の自己紹介っていう点で、私は38歳で、社外での発表経験なし、それから社外での勉強会の参加経験なし、それから記事の投稿経験もありませんでした。で、今でこそぶっちゃけますけど、プライベートで勉強するのも嫌でした。結構残業をしていて疲れていたっていうのもあるんですけども、仕事で、勉強してきたプライベートで勉強してきた期間も結構あるんですけど、それは仕事で必要に迫られて、プライベートでしぶしぶ勉強していました。で、あとは社外イベントになんで参加しなかったっていうと、そもそもそういう存在を知らなかったっていう状態でした。世間知らずでしたね。ただ、仕事は真面目に頑張ってました。数年前、プレイングマネージャーやってまして、今もプレイングマネージャーなんですけど、テックリードとプロジェクトマネージャー、両方やるみたいな感じで、で、一生懸命頑張ってまして、残業は結構ありましたけど、開発しているプロダクト、自社製品のプロダクトで、それがすごい好きで、どんな機能を作るのかとか、どんなアーキテクチャにするかとか、テスト戦略どうするのかとか、このあたり、全部自分である程度決められる裁量を持たせてもらってたので、すごく仕事にやりがいを持って、楽しくやれてました。ただ、
何のために働くのかを考える出来事っていうのがありました。人生の中で、めちゃめちゃ仕事が忙しい時期がありまして、その頃、娘も1歳で、大変な時期でした。で、家庭としても、育児とかも、結構大変な時期なので、1歳っていうと。なので、心の余裕もすごくなくて、もう友人と会う機会っていうのも1年以上、全部断るような、そういう状態でした。正直1歳の娘とも、あまり遊べていなかったんですけど、ある日、娘が雑に折られた折り紙で、一人で遊んでいるのを見かけました。この写真にあるような感じで、あの、折り紙の裏っ側の白いとこがすごく見えてるような、本当に雑に折られた折り紙だったんですけど、これよく見たら、数ヶ月前に私が心の余裕がない中で、雑に折ったペンギンの折り紙でした。そんなものを娘がずっと大事にしているのを見て、私は自分は何をしてるんだろうと思って泣けてきてしまいました。自分にとって大切なこと、働く理由っていうのをこの時に考え直しました。プロジェクトを成功させること、それから社会的な地位、収入を維持すること、そんなことよりも、家族との時間を大切にして、家族と幸せになることの方が何万倍も大切だっていうふうに思いました。だから、上司に相談して、計画を変更してもらったり、業務量も調整してもらったりとかして、家族との時間が確保できるようにしてもらいました。この点はホワイトな会社で本当に良かったと思います。その時から、成長することの必要性っていうのを感じ始めるようになりました。あの、家族との幸せを維持するために、今自分はとても危うい状態にあると思いました。その時の自分っていうのは、そのチームでしか役に立たない人材なんじゃないか。会社に依存しすぎているんじゃないか、そう思いました。そして、この変革の時代において、定年まで一つの会社で働き続ける、そんな保証はどこにもないとも思いました。だから、家族との幸せを維持して、そういう家族との時間を取れるような、そういう労働環境、安定して働くっていう、そういうことを続けられるようにするためには、成長して自分の市場価値っていうのを高めることが必要なんじゃないかと、そう思い始めました。これが、成長することの必要性ですね。こうやって成長することの必要性っていうのが、自分の中で明確になると、成長するためのモチベーションっていうのが、高めやすいと思います。そして、成長するためのファーストステップの話をいきます。技術記事ですね。家族との時間が確保できるようになって、少し余裕ができたので、3年ぐらい前ですけど、プライベートで個人開発アプリっていうのを作ってみました。スマホアプリなんですね。で、これは家で勉強するのは嫌だって最初に言いましたけど、作りたいものを作るのは楽しかったです。で、世の中のそのエンジニアの人たちが書いてくれた技術記事のおかげで、その個人開発アプリも作れましたので、そこで技術記事を書くことにも興味を持ちました。で、スキルアップするためにはアウトプットがいいとも言われているので、じゃあ技術記事を書けば成長して、市場価値も高められるんじゃないかと、そう思いました。しかし、最初は、なかなか記事が書けませんでした。書きたいことと同じ内容の記事がすでに世の中にあったので、なかなか書くネタがないという感じで。ただこれ調べて分かったことは、自分なりの視点で書いた記事だったら、どんな記事でも価値があるっていう、そういう考え方です。ちょっと簡単な例を紹介しますと、例えば初心者という視点で書いた記事だったら、それは初心者にとっては価値があるかもしれないっていう、そういう考え方ですね。ここに出している記事っていうのは、要するにC シャープ私の後輩が書いた記事なんですけど、C シャープの初心者の視点から見て、C シャープの型スイッチっていう機能が、地味だけど意外と便利だよってことを説明した記事なんですよ。で、この同じ機能の説明を扱った記事っていうのは世の中にすでに何個か存在しています。でも、この記事に書かれている、この機能は地味だけど意外と便利だっていう、その初心者ならではの視点っていうのが、同じ初心者にとって、価値があるかもしれない。そういう考え方です。だから、どんな技術記事でも価値があると思います。そもそも人によって前提知識が異なるんで、同じ記事を読んでも、人によっては分かりにくい、得る知見はなかったっていう人と、いや、分かりやすい、刺さったって思う人がいると思うんですね。だから、同じ技術を扱った記事であったとしても、それがいろんな視点、例えば熟練者の視点、初心者の視点、
それから組み込み開発を扱ってきた人の視点とか、そんな複数の視点でいろいろあった方が、より多くの人に刺さる可能性が高まると思います。だから、自分なりの視点で自分の学びを書いた記事であれば、どんな記事であっても世の中に貢献していると思います。まあ、私の場合もこの考え方で記事を書いていくうちに、実際少しずつ役に立つ記事が書けるようになってきました。ちょっと心強い参考情報があります。100人以上にアンケートを取ったんですけど、世の中には自分にとって価値の低い初心者の記事が増えることで、自分にとって価値の高い記事が検索しづらくなる、そういうネガティブなことを言う人もいるので、アンケートを取ってみました。匿名のアンケートですね。発信の初心者が質の低い記事を書いてしまうことに対してどう思いますかっていう。で、1番は多くの情報から自分に適切な情報を探すのは探す方の責任。で、2番はできれば質の低い記事を書くのを控えてもらいたい。この結果、106人に聞いたところ、100人が、94%が一度、探すのは探す方の責任っていうのを選択したんですよ。だから、初心者でも気にせず発信を始めれば OK です。世の中はすごい優しい世界でした。なので、最初は質が低いとしても、経験を積んで成長すれば多くの人に貢献する記事が書けるようになりますし、実際私も最初の頃書いた記事間違ってますよとかすごいいっぱい突っ込まれたりとか、ミスリードしちゃうような書き方してたので、でも、そこからだんだん書いていくことで成長して、いろんな役に立つ記事が書けるようになったって人たちもたくさん知ってるので、もうそれでいいんじゃないかと思います。そして記事を書くと無限ループが始まります。それまで記事を読んで、私は分かった気になってたんですけど、実際に記事を書こうと思って、その人に説明しようと思って書いてみると、実は全然その技術のことが分かってなかったっていう、そういう気づきが今まで何回もあります。だから、記事を書きながら理解し直すことで、やっとその技術が使える知識になるって感じですね。でもこれっていうのは、つまり成長できた。記事を書くことで本当の意味で成長できたと。で、あとは記事にいいねをもらったりとか、これはちょっと違いますよ。正しくはこうですよとか、そういうフィードバックをもらえたりしたら嬉しいと。だから嬉しいから、再び記事を書いて成長できて嬉しいし、フィードバックをもらえて嬉しい。その無限ループが始まりました。そして、すごく大きかったのは、記事を書くことで起きた心の変化ですね。それまではなんとなく情報をインプットしてたんですけど、記事を書くようになってくると、人に説明するために自分なりの解釈をしようと、そういうふうに無意識にそういうふうに思いながら情報をインプットするので、あの、インプットの効率が上がったんですね。もう情報をインプットしながら、これ自分だったらこうやって人に説明しようって考えるようになるので。あとは、それまで記事を書いてる人に全然興味なかったんですけど、自分が書く側の経験を積むと、たくさん読まれる記事を書いてる人ってどういう人なんだろう、他にどんな記事を書いてるんだろうと思って、興味を持って、記事を読むことができました。なので、そうやって記事を書くことで、実は記事を読むことが楽しくなって、それまでよりも多くの情報を楽しく理解できるようになりました。ここまでが成長するためのファーストステップです。そして次、コミュニティに参加するっていう話ですね。もっと刺激し合う仲間を作りたい。でも、会社が発信活動に消極的みたいな、そういうこともあると思うんですけど、あの、既存の仲間の意識を変えるよりも、もっと簡単にできるのは、自分と同じものを目指すコミュニティに入ることだと思います。例えば、ウェブ技術の発信活動を頑張りたいって思った場合に、だったら、ウェブ技術の発信活動を頑張ってる人たちが集まるコミュニティに入った方が、すごい簡単だと思います。そうやって一緒に頑張ったり刺激し合ったり、自分の背中を押してくれる仲間を、その自分と近しいコンテキストの人が集まるコミュニティで作った方が、理にかなっていると思うんですね。で、コミュニティに入ると、楽しく成長できます。あの、過去の私は、すごく井の中の蛙で、もうチームの中のお山の大将みたいな感じで、もう成長が停滞していました。人は一緒にいる人の影響を受けやすいので、やっぱり自分が尊敬する人たちが集まるコミュニティに入ると、その人たちの影響を受けて成長しやすいと思うんですね。だから、コミュニティの人たちがみんな尊敬する人ばっかり。で、そういう人たちと交流していると、もうエンジニアのライフとしてはもうすごい楽しくなって、その人たちの刺激のおかげで成長も加速しました。で、私もその尊敬する人たちに囲まれて、コミュニティで交流することで、もう半年間でその人たちによってガラッと価値観を変えられました。
どんな価値観がふうに変えられたのか、ちょっと紹介しますと、まず、仕事の時間以外で勉強会に参加するのは嫌だって思ってたんですけど、コミュニティの人たちがいろいろ勉強会出るもんだから、ちょっと私もちょっと試しに出てみたりしたんですけど、興味のあるテーマでの勉強会だったら意外と楽しいなっていうことが分かりました。それから OSS やサービスを作って公開するのは天才だけだって思ってたんですけど、コミュニティの人たちがいろんな、結構いろいろ公開してるので、ちょっとそれを真似てやってみたら、意外と作って公開するのは簡単で楽しいっていうことも分かりました。あと、情報は自分で苦労して調べるしかないって思ってたんですけど、困ってるとみんながガンガン助けてくれますし、もういろんな知見をガンガンシェアしてくれるので、あ、こんな世界観なんだっていうのを知りました。そして、もうすごいエンジニアの人たちとは私は一生関わることがないって思ってたんですけど、コミュニティの中だったら本当に気軽に会話とかフィードバックとか応援とかまでしてくれるので、こんな優しい世界があったんだっていうのを知りました。そうやって、私を育成してくれたコミュニティを紹介します。はい、運営者ギルド、エンジニアリングマネージャーミートアップ、エンジニアと人生コミュニティ。この3つは、この3つに入らなかったら、私はもう今、ここで発表してないと思います。もう本当に、感謝しかないです。今日この発表資料はですね、私のツイッターアカウントから公開しますんで、後ほど私のツイッターアカウント、最後に紹介しますので、そのツイッターアカウントからこのスライドを見ていただいて、で、この辺のリンクはポチって押せばジャンプできるようになってますので、もし興味があったらこちらのコミュニティも覗いてみてもらえると嬉しいです。で、コミュニティを探す方法なんですけど、おすすめはコンパスっていうサイトで、興味のある勉強会やイベントにまず参加してみるっていうのが、そこから始めるのが、いいんじゃないかなと思います。いろいろ勉強会の中から、そういうコミュニティに入っていったりとかですね。あと私の場合は最初に入ったコミュニティは、コンパスじゃなくて、たまたま読んでた記事の筆者が入ってるコミュニティ。なんか、その記事の筆者がこのコミュニティいいんだよみたいなことを言ってたので、それで、運営者ギルドっていうコミュニティに最初は入りました。そういう出会いを大事にするのもいいんじゃないかなと思います。あとはコミュニティに参加するときの気の持ち方ですね。コミュニティによっては、スラックのワークスペースで、に入ってねみたいな、そういうのもあるんですけど、イベントがないときでもつながりができるので、スラックのワークスペースのあるコミュニティはおすすめです。で、この時に、いやー、このコミュニティ興味があるけど参加し続けるかわからないしなっていう気持ちだとなかなか参加する勇気が出ないと思うんですけど、でも、大丈夫です。あの、どの管理者も、試しに一度参加してみてって思ってるだけなんで、別に合わなかったら抜けても大丈夫なので、とりあえず興味があったら、試しに参加してみてもらえればいいと思います。もうそういうカジュアルな気持ちで、とりあえずコミュニティに参加してみるっていうのでいいと思います。で、複数のコミュニティに入ればいいんじゃないかなと思います。私も複数のコミュニティに入ってますし。というのが、コミュニティに参加するっていう話です。じゃあ次、社外発表にチャレンジするんですけど、え初めての社外発表っていうのは、5分程度のライトニングトークっていうのがおすすめです。私はコミュニティでLT 発表してきたよっていう、そういう話を聞いたので、ちょっと興味を持ちました。でも、もじもじどうしようかなって迷ってたら、コミュニティのみんなが背中を押してくれたので、その勢いで、なんとか1回目に申し込むことができました。で、また今度は発表直前に、こんな発表しようでいいのかな、もじもじってしてたら、コミュニティの人が、じゃあ事前に見ますよ、資料見ますよって言ってくれて、それを見せたら、素敵な発表ですねって言ってくれて、で、その言葉で自信を持って発表に臨むことができました。だから、1回目っていうのは、一番敷居が高くて、一番乗り越えるのが難しいハードルなんですけど、そこを勇気を出して1回目をやって、本当に良かったと思います。発表で得られることっていうのはすごいたくさんあるんですね。まず、記事で書くよりも話す方がより詳しく言えないといけないので、そのテーマについてより深く理解できるようになります。それから、社外イベントに参加するエンジニアっていうのは、本当に優しい人ばっかりなので、意地悪なこと言われてるの見たことないです。ポジティブフィードバックがものすごく得られるので、モチベーションアップします。それからリアルタイムで顔の見える人からフィードバックもらうことで、新たな刺激いろいろもらえます。顔が見えなくてもリアルタイムでいろいろコメントとかもらえるのも刺激になります。それから、社内に閉じこもっていたので、自分は、他の人と自分の発表を比較して、自分がどれだけ井の中の蛙だったのかっていうのを思い知りました。これはいい意味ですね。それが成長のきっかけになったので。それから、発表するとですね、運営や参加者にちやほやされて、ちょっと仲良くなりやすいので、私も
発表したことをきっかけに、ちょっと運営の人と仲良くなって、で、運営の仲間に入れてもらったりとか、そういうこともあります。で、初めて発表して思ったことは、社外イベントは参加するだけよりも、発表した方が100倍くらい楽しいっていうふうに思いました。なので私は1年間で、1回目の発表の後に、その漫画を1年間で7回ぐらい発表しています。で、初めての社外発表の探し方なんですけど、おすすめはコンパスで、LT っていうキーワードでイベントを申し込むのがいいんじゃないかなと思います。で、LT 大会を、そうそう、初めての発表だからっていうので、ちょっと尻込むかもしれないんですけど、LT 大会を開催している管理者の方々っていうのは、初めて発表する人が上手にできないかもなんてことは、もう絶対に織り込み済みなので、大丈夫です。そして、初めての発表は迷惑ではなくて、業界への貢献だと思っています。1回目の発表のハードルさえ超えれば、2回目、3回目の発表というのは簡単にチャレンジできるんです。そういう人たちを私は何十人も知っています。で、発表者が増加するっていうのは、つまりコミュニティの活性化につながって、で、コミュニティの活性化は業界への貢献になると思います。だから、初めての発表っていうのは、業界への貢献。そうやって思って、まず初めての発表をやってもらえばいいんじゃないかなって思います。で、それでもハードルを感じる人はいると思います。大きいコミュニティでいきなり発表するのはちょっとって思う人もいると思うので、そんな人のために、参加人数が少なくて、LT の初心者が集まる LT 大会を毎月開催するっていう、そういうポリシーのコミュニティを2年前に私は立ち上げました。サーバレス LT 初心者向け。これは先ほどの小田翔さんにも協力してもらって立ち上げました。そして、このコミュニティの中では、今まで発表1回もしたことないっていう人が30人以上ここで発表を経験しています。で、初心者向けの発表資料のテンプレートとか、発表の準備方法とかも公開してますので、こちらもこのスライドの公開してますので、後ほどこちらの良ければクリックしていただければと思います。で、どなたでもご参加大歓迎なので、再来週もLT 大会やってますので、もしよろしければ参加いただけると嬉しいです。で、次はカンファレンスですね。その LT で、自分の発表が役に立つっていう実感が得られてくると、もっともっと参加者が集まるイベントで発表したくなると思います。そうしたら、カンファレンスの公募セッションにチャレンジするっていうのをお勧めします。もちろん私は最初に応募したときは落選しました。正直、その当時の私が、1回目の公募セッションで当選する確率なんてほぼほぼ0%だったと思います。ただ、1%ぐらいはあるんじゃないかなと思ったからチャレンジしました。で、ここで大事なのは落選の経験を糧に成長して、これを繰り返すことだと思うんですね。要するに1回失敗して、ああ、失敗したな、終わりっていうのだと、それは失敗っていう結果にしかならないんですけど、でも、成功するまで失敗を続ければ、それは失敗という結果ではなくて、成功へのプロセスだと思うんです。だから、これは失敗ではなく成功のプロセスなんだっていう、そういう気持ちで、失敗を続けていけば、いつか当選できるはずです。その結果、私は、デベロッパーズサミット2024関西っていう、1000人ぐらいの規模のカンファレンスで、本当運よく、当選できました。で、そういうチャンスがあったら、もう全力を尽くして、やった方がいいと思います。私はもう、こんな運よく当選できるなんてことは、もう人生で1回しかないと思ったので、もう人生で最高のプレゼンをやるぞと思って、2ヶ月間すべてのプライベートの時間を費やして発表準備をしました。その結果、ベストスピーカー賞1位を受賞できました。こんなに頑張れたのは、コミュニティのおかげだと思ってます。発表内容についてコミュニティの人たちにいろいろ相談したりとかですね、そしたらいろいろ助言をもらったりとか、あと、いろいろもう日々応援してくれたり、頑張ってくださいねみたいな感じで応援してくれたり。だから、準備はすごい大変だったんですけど、すごいとても楽しい時間でした。あと、家族の時間大事って最初に言いましたけど、ただ、ここに関しては期間限定だということで、家族にも相談した上で、この期間だけはちょっと期間限定で集中させてもらえるように、家族にも協力してもらいました。で、コミュニティでのフィードバックの一例なんですけど、これは賞を受賞した時の書き込みですね。こんな感じで、ものすごいスタンプたくさんもらえるので、普通にものすごい嬉しいです。あと、おめでとうございますって、みんなが一緒に喜んでくれるんですよ。だからコミュニティっていうのは、こうやって一緒に喜んでくれたり、励ましてくれたり、助言をくれたり、そうやってお互いに刺激し合ったり、そういう風にやっていくと、本当にモチベーション高く、楽しくやれると思います。
それからカンファレンスを視聴した人からの感想の一例なんですけど、感銘を受けました、心を打たれました、今日一番でした、刺激を受けましたとか、なんかすごい、こっちが感動したくなるような、感想をいろいろもらえるんですけど、これは、あの、こういう感想をたくさんもらいやすいのがカンファレンスだと思います。だから、すごく役に立ったっていう感想をもらったら、もうめちゃめちゃ幸せな気持ちになって、さらに頑張ろうって思います。だからこそ、可能性が低くても、カンファレンスの公募セッションに応募する価値はあるんじゃないかなって私は思います。では次、仕事のチームを発信活動するチームにするっていう話なんですけど、当初、3年前の開発チーム、これどういう状態だったかをちょっとまず最初に紹介します。ちょっと残念な感じのチームでした。全員、私も含めてなんですけど、技術記事の投稿もしたことありません。社外イベント参加も1回もありませんと、そういう状態でした。あと主体性という点もちょっと低めで、開発知識は業務で教えてもらったことしか知りませんっていうのと、あと自分のタスクのことしか考えませんみたいな、そういう感じでした。ただ3年目、2年目、1年目っていう、すごい若手中心だったからしょうがないっていうのもありますし、特に新人の子なんかは、プログラム未経験で新卒入社した子だったんで、そういうのはしょうがないかなというところは、あったとは思います。で、こういうチームに対して、どうせだったら、仕事のチームメンバーも一緒に頑張った方が楽しいと思うんですね。だから、記事を書くことが自分にとってすごく良かったよっていう、そういう話を伝えた上で、チームメンバーの主体性を高める施策を行いました。そうすれば、主体的に発信活動するチームになりました。そういうふうに主体的に発信活動するチームになる施策っていうのをちょっと紹介していきたいと思います。これは1、2、3って書いてあるこの3つを並行して何ヶ月間か行います。で何ヶ月間か行っていけば、主体的に発信活動するチームになると思います。まず1つ目、新しいものを試行する風土を作る。どういうことかと言いますと、世の中の技術、ツール、プラクティスっていうのを積極的に試行して、そこで得た知見を社内や社外に記事とかで発信します。でそこに対していいねをもらって、モチベーションをアップする。つまり、思考、アウトプット、いいねの無限ループで成長できて楽しい。だからこの活動をハピネスチームビルディングっていう風に名付けました。このハピネスチームビルディングをスローガンにして、よし、やるぞ、おーっていう感じで、みんなでやっていこうってなりました。ただ、あの、技術、ツール、プラクティスを新しく提案するっていう、そのネタを継続的に探し続けるのは難しいです。その号令かけただけでは絶対できないと思います。だから、提案タイムを毎月1時間確保します。全員で同じ時間に、新しい技術、ツール、プラクティスをなんか探しましょうって言って、で、その提案タイムの最後に各自が提案するっていう感じです。で、ここですごい大事なのは、思いつきでもいいんですよ。で、効果見込みが低くてもいいんですよ。とにかく提案すること自体がすごいいいことだねっていう形で、とにかくまずやってみましょう。そしてそれを実績にしていきましょう。そうやって、試行して得られた知見を記事にして、社内外に発信していくと。記事とかですね、新しいツールとか、新しいライブラリをちょっと試してみて、それを記事にするっていう感じですね。で、効果がないものもいっぱいありました、今までやってみて。で、効果がないものはやめればいいんです。やめればいいので、とにかくいろいろやってみるっていうスタンスがいいと思います。で、それから、件数の見える化ですね。この積み上げみたいな感じにするのがいいと思います。どんどん増えていくっていう感じが。件数がどんどん増加していくのを見ると、達成感を感じやすいと思います。だから、これで今月も何件も試行できたね、よかったね、みたいな感じで喜び合いやすいです。あとは、そこに書いてあるのは、1年目に施行したプラクティスの例ですね。私たちの1年目だから3年前の頃は、モブプログラミングとか奮法、こういう今では多くの人たちがやってることも全然知らなかったので、そういうものから試してやっていきました。それから振り返りのファシリをみんなで交代でやるとか、チームリーダーをみんなで交代でやるとか、さまざまなプラクティスをどんどん試してやっていきました。というのが、思考する風土を作る。そして2個目、アウトプットする習慣をつけるですね。毎朝15分のアウトプット勉強会。これは、キータでも結構バズった記事だったので、おすすめです。実際に私の知ってるだけでも、何社かの会社で、これは実施されてみたいです。
これは学んだことをアウトプットする習慣を作るためのファーストステップとしていいと思います。記事を書くっていうのはちょっとハードルが高いんですけど、これはファーストステップとしていいのは、まずやり方として、事前に全員が書籍2、30ページぐらい読んできた上で、その15分の勉強会の中で、各自が重要ポイント、重要だと思ったところを自分の言葉で説明するんですね。で、そうやって学んだことを人に説明することで、効率的に自分が成長することを実感するっていう。それが、そのアウトプットを作るアウトプットする習慣になると思います。実際にですね、過去、書籍を若手に対してこれ読んどいてって言って、それで実際にその読んで行動が変わったっていう若手は、私、今までは遭遇してないです。それよりもこうやって、自分で人に説明するっていう経験をしてもらうと、実際に業務の中での行動も変わりました。例えばですね、ほうれん草の本とか、ロジカルシンキングの本とか、そのあたりの本は、やっぱり自分で説明することによって、本当に行動が変わってくるっていうのは言ってました。実際にメンバーも人に説明することですごい理解できました、行動も変えられましたみたいなことを言ってましたし、詳しいやり方は一番下の記事に書いてあるので、よろしければ一番下のリンクをまたクリックしてもらえればと思います。次、主体的に学習できる環境を作る。やらされる学習ではなかなかはかどらないので、興味がある技術を主体的に学習する方が効率的だと思います。だから、自由な学習時間っていうのを毎日30分から60分取ることを勧めてます。ただプロジェクトが遅れてると取れないと取れなくなっちゃうと思うんで、プロジェクトが遅れてても、この時間は確保していいよっていうスタンスにしてます。あとは、インプットするだけだと全然身にならないので、学んだことを随時アウトプットする場を作るっていうのが大事だと思います。スラックに私の場合はチャンネルを作っています。こんな感じですね。学んだことを書くチャンネル。記事を読んだりとかして、それを学んだことを随時スラックのチャンネルに投稿するっていう感じです。こういうことをすると、各自の学習内容をチーム内で共有できますし、お互いに刺激し合う効果もあります。ごめんなさい。それから、技術記事をやっていくって感じですね。記事を書くメリットを伝えた上で、記事を書く時間を踏まえて、業務計画を立てるように調整しました。で、自分も記事投稿の初心者だったんですけど、まず若手の子たちっていうのは、なかなか記事のネタを一緒に考えることっていうのができないと思うので、一緒に自分では考えられないことが結構多いので、最初の頃は。だから、一緒に記事のネタを考えます。そして下書きの記事を見せてもらって助言して、記事の質は求めずに投稿したらポジティブフィードバック。これをやれば、今まで若手、新人から入ってきた子たちも全員、毎月記事が投稿できるようになりました。で、そして3つ目、アウトプットで楽しい体験を得る。やっぱ楽しい大事なので。で、おすすめはチーム内で LT 大会を開催するってことですね。これは発表準備は不要で、最近投稿した記事などをもとに学んだことを5分程度で発表するっていう、そういう準備があんまりいらない、軽くやるような感じでやってます。で、これは効果としてはいろいろあって、まず知見がチームで共有できるっていうのはもちろんありますし、自分の知見が他メンバーの役に立つっていう、そういう他者貢献の実感になる。これは結構大きいです。嬉しいです。それからチームメンバー同士の刺激し合う効果もありますし、あと LT っていうのはやっぱポジティブフィードバックしやすいので、チームに称賛し合う風土、これは絶対に作った方がいいと思うんですけど、称賛し合う風土。これが作りやすい基盤として、チーム内 LT 大会やっていくと、こういう風土、すごい作りやすいと思います。そして、個人で企画したアプリ開発を進める個人開発ですね。作りたいものを作るために必要な知識を調べるんだったら楽しいと思うんですよ。だから、個人開発を趣味にできると、プライベートで楽しみながら成長できます。実際に私のチームの子も、個人開発にちょっとハマって、プライベートでも個人開発をやってる子もいます。で、あとは企画から考えることで、アプリ開発者としての視座も高まると思うんですね。なんていうか、それまでは言われた通りに仕様を実装するだけです、プログラミングするだけですっていう人が、やっぱ企画から考える経験を積むと、もうちょっとこれ仕様こういうふうに変えた方がいいんじゃないですかとか、そういうことが言えるようになると思います。で、この7つ、書いてある7つのステップ、これをやれば誰でも個人開発ができます。ちょっと紹介していき説明していきますと、まず、個人開発を始めようっていういい書籍があるんですけど、ここには個人開発をやってすごい嬉しかったことがいっぱい書いてあるんですよ。だから、
そのエピソードの要約をいくつか説明して、ほら、個人開発こんなにいいんだよっていうのを説明します。そして Web ワンウィークっていう1週間で Web サービスを作るイベントがありまして、そこの作品を紹介して、ほらほら、世の中のエンジニアっていうのは1週間でこういうふうにWeb サービス作っちゃえるんだよと。そしてこんな小さな Web サービスでも全然公開していいんだよっていうのを説明します。そして何が作りたいのか、どんなことに興味があるのかを聞いて、MVP を一緒に考えます。それで、作りたいアプリの技術選定と公開手順を教えて、ほらほら、簡単にできそうじゃないっていうのを感じてもらいます。あとは業務時間内に週に1時間、個人開発タイムを作って、ちょっとずつでも進めて、詰まったところがあったらペアプロで解消。そして MVP が出来上がったら、みんなに見てもらう場を設けて、もう全力でポジティブフィードバック。これで誰でも個人開発が始められると思います。で、主体的に発信活動をするチームになる施策まとめなんですけど、この1、2、3のもの、これを並行してやっていくことで、主体的に発信活動をするチームになるんじゃないかなと思います。実際、現在、私たちのチーム、3年後、どうなっているかというと、毎年新人が入ってきて、今では4人から7人に増えてるんですけど、その間に入ってきた新人も全員主体性を発揮してます。全員が技術記事を毎月投稿してますし、全員が社外イベントで発表したことあります。それから毎月、技術、ツール、プラクティスをみんなが提案してくれますし、あと各自がもう自分のタスクのことだけじゃなくて、チームのための提案っていうのを、もういろんな会議の場でどんどん提案してくれます。新人の子も含めて提案してくれます。で、開発生産性もすごい上がりました。で、ここで紹介できないほど、他にもいろんな施策があるので、もしよろしければまた一番下の記事を参考にして見てもらうと嬉しいです。という感じで、自分のチームを発信活動するチームにすると、とても楽しいっていう話をしました。そして、自分の自己実現をよく考える。これは自己実現と他者貢献ができると、幸せを感じるっていう理論があって、これ私はすごい好きです。で、だから自分自身の心が本当に望んでいる自己実現が何かっていうのを考えました。自分の自己実現っていうのは分からないことが多いので、まずは過去の出来事の棚卸し、それをやって自分の重要な価値観を見つけるのがいいと思います。この辺の詳しいやり方っていうのは、コーチング脳の一番下のコーチング脳の作り方って書いてある書籍、宮越さんが書いてる書籍に詳しく書いてあるので、それを詳しくは見てもらえばいいんですけど、今日はこの本を読んで、私がやった、実践した方法を紹介します。で、過去の出来事の棚卸しというのは何かというと、子供時代の頃から振り返って、もう人生の中で1、2を争うぐらい嬉しかったことや充実感を得た体験を思い出すんです。で、重要なのは、創作活動をしてフィードバックもらえて嬉しかった、そういう抽象表現じゃなくて、その時の状況、相手がどんな表情だったか、どの瞬間に自分はどう思ったのか、その瞬間をできるだけ具体的にイメージする、そういう言葉にすることです。で、それをもとに自分にとって重要な価値観を見つけます。で、ここでは私にとって一番嬉しかった体験のエピソードを紹介します。私、子供の頃から漫画やゲームとか作るのすごい好きで、学生の頃にもゲームを公開してました。で、そのゲームの感想メールの一つを読んだ時が一番嬉しかったです。その感想の送り主っていうのは、重い疾患を抱えてたんですよ。で、この数年ずっと悲しい気持ちのまま暮らしてきましたって書いてありました。でも、その私のゲームをプレイしたことで、あの、笑っている時は幸せな気持ちになれるっていう、そういうテーマのゲームだったんですけど、そのテーマにすごく共感してくれて、だから、これからは私も笑顔を心がけて生きていきたい。そういうメッセージを送ってくれたんですよ。それを読んだ時に、自分でも誰かを幸せな気持ちにできるんだってそういうのを知って、本当すごい嬉しかったです。で、自分の創作活動が、実はすごい意義があることなんだなっていう風に思いました。誇りにも思えるようになりました。その他にも、いろんなエピソードを思い出した方がいいんですけど、そうやっていろんな他にも思い出していく中で、思い返したものも、結局全部自分の創作物で誰かを幸せな気持ちにした時、そういうエピソードばっかりでした。だから、自分にとって重要な価値観っていうのは、自分の成果が人を幸せな気持ちにすること。で、この価値観を満たすことが、自分にとっての自己実現だっていうのが、私の場合は分かりました。じゃあ次、どうすればいいかというと、そう考えたときに、この自己実現を仕事の中でできないかっていうのを考えます。で、私が出した結論は、自分が考えた施策でメンバーを幸せな気持ちにすること。じゃあ次、
どうすればチームメンバーを幸せな気持ちにできるのか。仕事で楽しい、嬉しいと感じるのはどんな時なのか。で、いろいろあると思うんですけど、私が考えた仮説は、主体的な行動で成果が出る。その体験を繰り返すと、嬉しい、楽しいなんじゃないか。例えば、自分が提案したツールとかライブラリとかを提案して、それでみんなが、便利になったよ、すごい効率的になったよって言ってくれたら、やっぱ嬉しいと思うんですね。だからそういう、これが嬉しい、楽しいんじゃないかっていう仮説で考えました。で、そういうふうに主体的な行動で成果が出るっていうのを繰り返すために、私はこの3年間、メンバーの主体性を発揮するような施策を、もういろいろ様々やってきました。ちょっとここでは紹介しきれないぐらいいろいろやってきました。で、その成果っていうのは、今、IT エンジニア向け月刊誌、ソフトウェアデザインで連載してます。ハピネスチームビルディングっていうテーマで、主体的な行動で成果が出る施策っていうのを紹介しています。これ、ウェブの記事でも同じ内容を2ヶ月遅れで公開してまして、もう第1回はリモートワークについてっていうテーマで公開してますので、もし興味がありましたら、またこちらも見てもらえると嬉しいです。で、ちょっと話を戻しますと、自分が考えた施策で、メンバーを幸せな気持ちにすること、これが自分の自己実現で、それが自分自身の幸せにつながる。こういう考えにたどり着いたからこそ、私は今、本当心からメンバーの成長を願うように変わることができました。だから、チームビルディングの活動とか発信とか、そういうのも楽しめてやれてます。最初にプライベートで勉強するのは嫌だって話したんですけど、自己実現のためだったら、調べたり勉強するのは楽しいです。だから、さっきの連載記事の執筆っていうのも、プライベートでやってますけど、でも自己実現のためなので、あれは楽しくやれてます。で、そして、今、私のチームにいるメンバー、育成しているメンバーっていうのは、全員新人から育成したメンバーなんですけど、そういうメンバーが入社してから10年後に、最初の育成担当者があなたで本当に良かった。おかげで今こんなに幸せですって、そうやって言ってもらうことが、今の私の夢の一つです。夢いろいろあるんですけど、それも夢の一つです。で、自分の自己実現を見つける方法、まとめますと、どういうことかというと、まず、過去の出来事の棚卸しをします。そして、その棚卸しから複数のエピソードが出てくるので、その複数のエピソードから自分にとって重要な価値観と自己実現が何かっていうのを見つけます。そして今度はそれを仕事の中でどう実現するのかっていうのを考えます。それをどうやって達成するのかを考えて取り組みます。で、自己実現、そうすると自己実現を達成するために楽しく頑張れると思います。最後、まとめですね。楽しく成長するためのステップ、まとめを紹介しますと、自分なりの視点で自分が学んだ知見を記事に書きましょう。そして勇気を出してコミュニティに参加しましょう。LT を開催しているイベントを探して LT 枠で申し込みましょう。LT になれたらカンファレンスの公募セッションに申し込んでみましょう。そして仕事のチームを主体的に発信活動するチームになるように、いろいろ施策を今日紹介した施策を取り組んでみましょう。そして自己実現をよく考えて、自己実現のために頑張りましょう。そうしたら多くの人と楽しく交流したり、感謝されたりで、人生が楽しくなるんじゃないかなと思います。私はこれですごい楽しくなりました。そして3年前と現在の私の比較なんですが、3年前は発表経験なし、勉強会の参加経験なし、記事の投稿経験なしでした。それがベストスピーカー賞をいただいたり、今日このビルドで発表させてもらったりとかですね、複数のコミュニティに参加したり、自分でコミュニティを運営したり、あと、キータでいいね1万件ぐらいもらったりとか、ソフトウェアデザインで連載させてもらったりとか、とてもいろんな人たちから役に立ったよっていうふうに言ってもらって、すごい楽しいっていう感じになりました。なので、発信活動を始めてもらえると嬉しいです。このセッションを視聴して、一人でも記事投稿や社外発表やコミュニティ参加を始めようって思ってくれる人がいたら、本当嬉しいです。ツイッターでメンションつけて私にツイートしたり、DM でやってみますよ、これからそういうのやりますよっていう思いを教えてくれると、私が泣いて喜びます。で、これウィンウィンなんですよ。気持ちは形にした方が強い決心になって、行動が続きやすいと思うんですね。だから、私に教えたら、じゃあ、そういう気持ちを表明した以上は、発信活動しようって強く思いますし、私も嬉しいので、ウィンウィンだと思います。で、ツイッターの ID は、小島デブですね。こんな感じで、公開していますので、こちらのアカウントからも今、発表スライド、今日の発表スライドも公開していますので、ぜひぜひその発表スライドも見返してもらえるととても嬉しいです。以上、ご
ご清聴ありがとうございました。ちょうど時間は、44分ですね。1分前に終わりましたね。ありがとうございます。では、チャットとかは、今日はチャットはオフになってるんですかね。じゃあ、一旦ここで、終了させてもらう感じでいいですかね。はい。じゃあ皆さん、ぜひぜひ、ツイッター、こちらのツイッターから見ていただけると、私のツイッターアカウントからスライド公開してますので、そちらから見ていただけると、嬉しいです。では、今日は、これで終わろうと思います。ツイッターとかはまだ見れてないですけど、後ほどもし質問がそっちに来ているようでしたら、そちらから回答したいと思います。では、ご清聴ありがとうございました。Okay, perfect. Thank you for this presentation and this meeting. I will go ahead right now and stop the recording, and we will end the meeting now. はい、終了して大丈夫です。